これをやれば治りますというのはないんですね。だからいろんな問題が絡んでるので、一個一個当たっていって一個一個全部治療していかなきゃいけないんですよ。はい、おはようございます。アサイメンタルクリニックの院長増田祐介です。本日は発達障害の治療を、解説してみようと思います。ちょっとややこしい図なので、もう早速本題に移ろうと思います。まず症状ってどんなものがあるかということを、解説しますね。まず、いわゆる発達障害と呼ばれるものです。で、これはですね、発達障害を主に ASD、ADHD って2つの種類に分けるんですけれども、合併することが結構多いんですね。なので僕は発達障害と一括りにすることが、一括りにして、こういうふうに動画ではですね、解説することが多いです。で、ASD っていうのは何かというと、自閉スペクトラム症というもので、こだわりが強かったりですね、人の気持ちに立って考えることが苦手だったり、マルチタスクが苦手だったりという、こだわりというか不器用さの病気ですね。はい。病気というか特性ですね。はい。で、ADHD とは何かというと、不注意とか、注意散漫、衝動性が高い、多動性があるっていうものを ADHD と言います。この ASD っていう特徴と ADHD っていう、障害の特徴の2つをですね、合わせ持つことが大体多いですね。だから ASD と診断されても ADHD 的な特徴を持つことが多いし、逆にですね、ADHD と診断されても ASD 的な特徴を持つことは、よくあります。で、発達障害のですね、特徴があるとやっぱ生きづらいんですね。生きづらいので、嫌な経験をよくするんですよ。嫌な経験をよくする。それは学校でね、馴染めないとか、友達からいじめられちゃうとか、で学校行って忘れ物が多いので先生によく怒られちゃうとか、そういう体験をします。で、その体験をするので、そこの体験から、鬱っぽくなっちゃって不安が高まってですね、不安になりやすくなって、で、不安になるからまたこの発達障害の症状っていうのが、出やすくなっちゃうんですね。で、余裕がない時ほど忘れ物多いとか、余裕がない時ほど、ミスをする。余裕がない時ほどせわしなく動いたりとか、人の気持ちに立てないとか、僕らもそうじゃないですか。増田こそね、発達障害っぽいと言われたらそうかもしれないですけど、こういう循環がありますね。で、だから、一回ね、悪いループに入っちゃう、どんどん悪くなっちゃうっていうのも、発達障害の特徴で、新入社員の時に、今までね、グレーゾーンだったり軽かった人が、新入社員になって、怒られたりすると負のループにはまって、どんどん、この発達障害のですね、症状が強く出ちゃうってことは、よくあります。で、この体験が、あるので、これが記憶に残るんですね。で、発達障害の人っていうのは、記憶を忘れるのが苦手なんですよ。だから、生々しい記憶が残ってですね、それが PTSD みたいな症状を生んだりですね、家族からの虐待とかあった場合は複雑性 PTSD みたいになります。で、こういう記憶があるからですね、他人に対して拒絶的になったり、攻撃的になっちゃう人も時々いますね。あとは、過敏さですね。発達障害の特徴として過敏さっていうのがあるんですよ。感覚過敏っていうやつだったり、不安に過敏だったりとか、そういうのがあったりしますね。で、それは記憶によって増強されたりですね、元々の本人の体質としてあったりしますね。はい。で、不安だから過敏になったり、過敏だから不安になったりっていう、悪いループ、循環っていうのもあります。で、この不安とか鬱があるので、この二次障害としてですね、依存症みたいになることがありますね。アルコール依存症、ギャンブル依存症、性依存症、買い物依存。あとはですね、これも依存症かと思うかもしれないですけど、あれですね、ゲーム依存、言ってなかったね。ゲーム依存とか、あと、万引き系ですね。万引きも癖になりやすいですし、摂食障害、過食嘔吐も癖になりやすいですね。あと自傷ですね。リストカット、そういうのも、依存になりやすかったりします。あと変にね、強依存みたいになったりすることもありますね。あとは、脅迫ですね。溜め込み、物を捨てられないっていう脅迫だったり、鍵閉め、とか確認などの強迫性障害を、合併しちゃうってこともあります。はい。だから、これが悪化してこっちに行っちゃうってこともあったりしますね。だから、普通にアルコール依存
とかギャンブル依存とか摂食障害で来ても、隠れ発達障害っていうのは結構あったりします。あとは、見逃されやすい、発達障害なんだけど見逃されやすいパターンとして、境界性パーソナリティ障害ですねのパターンもあります。だから、過敏で見捨てられ不安があって情動が不安定でいう形ですね。で、理想化とこき下ろしみたいな形で、攻撃性とかもあったりするっていうパーソナリティ障害も、境界性パーソナリティ障害のような人もいます。だから境界性パーソナリティ障害と診断されていても実は発達障害だったというケースも結構ありますね。あとは自己愛性パーソナリティ障害とか、あとは拒絶が強くて回避性パーソナリティ障害だと、診断されても実はですね、自閉スペクトラム症だったというケースも結構あるかなと思います。だから、こうやって見るとですね、発達障害の症状多彩ですよね。だから、普通の特徴だけでもですね、ASD と ADHD のその、組み合わせで多彩なのに、こういういろんな要素が絡んでくるので、結構多彩だったりします。あとは、これですね、家族問題ですね。だから、子供が発達障害だと思ったら、実は親も発達障害の傾向があったとか、で、問題はなかったかもしれないけど、実は家の中で虐待があった。ネグレクトのような問題があった。虐待とは言わないけれども、親子問題があったとか、夫婦仲が悪くて子供は常にストレスを抱えてたとか、結構あるかなと思います。はい。じゃあ、治療っていうのはどういうふうにするんでしょうかということになるとですね、これをやれば治りますというのはないんですね。だからいろんな問題が絡んでるので、一個一個当たっていって、一個一個全部治療していかなきゃいけないんですよ。例えば、発達障害の症状として ASD ですね、コミュニケーションが苦手だったりマルチタスクが苦手だったりですね、こだわりが強かったり人の気持ちに立つことが苦手だったりするっていうものはですね、薬物治療はないんです。薬物治療とかはないので、SST ですね、生活技能訓練とかですね、認知行動療法みたいな形で、学んでいくってことが重要ですね。で、ADHD ですね、不注意とか、衝動性とか多動性についてはコンサータ、ストラテラ、インチュニブっていうですね、薬物が効くので、これらを使ったりします。で、この3つの薬の使い方は、どうやって分けるかというとですね、コンサータは12時間効く、ゆっくりじわーっと少量ずつ出てくるですね、覚醒剤みたいなものなんですね。だから即効性はあるんだけれども依存性はちょっと注意よという形です。でも結構効果があって集中力が高まるのでミスが防げます。はい。ミスが減ったりとか落ち着くようになってくるんですね。で、ストラテラっていうのが、抗うつ薬にも似た、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬っていうんですけれども、これを飲むことでノルアドレナリンが増えて脳がですね、集中力が高まったりですね、そこの部分、ノルアドレナリン系のですね、脳神経細胞が育っていくんですね。そうすることで、ミスを防ぎやすい、ミスをしにくい脳に変わっていきます。ただ、時間がかかるんですよね。だからコンサータに比べて、ストラテラが効くのは結構時間がかかったりします。1、2ヶ月とかかかるんですね。効果が出てくるまでに。なので、待てない場合はコンサータから行くってこともあります。で、インチュニブっていうのは、もともと血圧の薬だったんですね。で、衝動性を抑えるっていう形の、薬です。副交感神経系に、影響を与えるっていう薬で、衝動性をちょっと抑えてあげるっていう薬ですね。これも結構いいんですけれど、副作用として眠気とか、あともともと血圧の薬だったということもあって、ふらついたりとかするので、ちょっと使いにくいっていうのはあります。あとは子供にはですね、ビバンツェっていう薬もあるんですけれど、今回は割愛しますね。で、あとは ADHD はですね、薬だけじゃなくて、やっぱり、同じようにですね、SST とか CBT みたいな形で、ミスを防ぎやすくする方法を、技術として身につけていくってことも重要だったりします。あとはですね、この体験ですね、嫌な体験を現にしていることとかですね、それが記憶に残っていて認知の歪みを生んでいる場合はですね、概念の拡大みたいな形が必要なんですよ。だから知識を身につけていく、自己理解を深めていく、他者を理解していく、しなやかに考えるってことが結構重要です。で、発達障害の人はですね、興味の偏りのせいか、一見しっかりしてそうに見えて常識がちょっと欠けてることってあるんですね。だからそういうのを埋めつつですね、この時あの人はこういうこと考えたんじゃないとか、
そういうコーチングというかですね、コーチングとは言わないな、そういう、形で相手の気持ちとか、この時他人をどう考えたのかを教えてあげるってことが重要だったりします。で、一個一個その都度で、体験したことを教えていくのをエクスペリエンス、ラーニングとか言ったりするんですけれども、そうじゃなくて、全体的にですね、発達障害っていうのはこういうもんなんだよとか、普通の人、定型の人はこういうことを考えるんだよっていう、総論ですね。総論を学ぶ、スタディしていくことも重要だったりしますね。あとは、ちょっと余談なんですけれども、この過去の記憶とかですね、無意識に蓄えられたものと、今体験していることをですね、投影とか転移を使いながら理解していくのが先進分析って言ったりしますね。一応なんか聞かれるので言っときました。ややこしいんですよね。だから、認知行動療法とかだと、この行動の部分とか、認知を対象にしますよっていう、治療をするんですけれども、精神分析は行動にアプローチするとかではなくて、今感じていることっていうのは実は過去のこういう記憶が関係してるよねとか、あなたはね、怒ってるように見えるけれど、実はその怒りの感情は、自分自身の気持ちの投影だよねとか、過去にいじめられた相手をね、相手に転移させて怒ってるんだよねとか、そういう言い方をします。だからこの体験が記憶になる、記憶が今の体験に影響を及ぼしているっていう、このですね、人間の認知のね、ややこしいところを扱うんですけど、これは、興味があったらですね、また聞いてください。はい。あとは記憶が固着化するので、言いましたね、PTSD の問題。あと、うつがあったりとか不安が強い場合は、SSRI とか抗うつ薬を、使うこともあります。ただ、SSRI とストラテラコンサートはバッティングし合うので、ちょっと動機とかのね、副作用が出やすくなっちゃうので、どっちかだけにするってことも結構多いですね。あと、感覚過敏とかに対しては、過敏さに対してはリスペリドンとか、アリピプラゾールとかなどの抗精神病薬が有効だったりもします。あとはですね、不安とか鬱になったりした時、あとパニックみたいになってしまった時にですね、急ピッチで心を鎮める方法として、エスケープの方法としてマインドフルネスみたいなのもあります。なんかこういうスキルも身につけるといいですよね。だから不安でわーってなってる時に職場で目を閉じて深呼吸をする。みたいなね。で、これをね、30秒するのか、1分するのか、5分するのか、あれですけど、一気に呼吸に集中して、心を鎮めるようなスキルを身につけるっていうのも一つですね。で、日頃から練習することによって、このゾーンに入りやすくなりますから、こういうのも身につけてもらうのはいいのかなと思います。ということですね。あとは、そうですね。だからここの、ただ学んでいくっていう、一人でやっててもあんまりうまくいかないんですよ。記憶をしていくためには人間が絡んだ方がいいので、心地よい仲間を作ることで、治療を進めていく。だからちゃんとした治療者につくとかですね、福祉の人に援助を頼むとか、自助会を利用するなども結構重要だったりしますね。はい。ということです。なんか駆け足でしたけど、今日、舌が全然回んないですね。もうダメです。疲れ果てちゃって、ちょっとまた今度動画に撮ったりしようかなと思います。はい。今日はですね、発達障害の治療をですね、ざっくり概論として述べてみました。皆さんの記憶とかですね、知識の整理に役立ててもらえたらなと思います。はい。以上でこの動画があります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンを押してチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。あとですね、メンバーシップでですね、オンライン自助会も実験的に開始してますので、もしよかったらですね、その実験に参加してみてください。はい。ではまた。